今日のモカツは懐かしいビックリマン当時物の消しゴム塗装動画シリーズ。今回は魔の2サタンマリアパワーアップ編から魔像弁慶です。天魔界のキャラクターで第5弾悪魔シールで登場したキャラ、水性アクリル塗料でペイントをしました。この魔像弁慶の消しゴムは1988年にセット販売されたものの一つ。こちらのシールは当時物第5弾です。天魔界のキャラクターを集めた今回のセットは1988年に発売されたもので、ペイントする魔像弁慶をはじめサタンマリアを筆頭に第5弾の悪魔キャラを集めたパートでした。ペイントする魔像弁慶の消しゴムの塗装前です。ペールオレンジの使用、経年の汚れはあるものの傷などはない良好な保管状態の消しゴムでした。高さ約3センチ程度の消しゴム。塗装後のレビューを先に。今回はパッケージ記載のアニメカラーを参考に白赤が中心で鮮やかなカラーリングです。それでも細部は多様な色分けがありカラフルなペイントになりました。下処理から塗装の様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。消しゴムフィギュアの塗装はおよそこんな流れで下処理を行います。煮沸して表面のホコリや余計な油分を落とす。ベンジンに漬け込み、可塑剤、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させ、ミスタースーパークリアツヤ消しを吹き、塗装の下地を作る。そして塗装です。塗装の様子はダイジェストで使用したカラーごとに見ていきます。まずは本体にベース塗装。パレホのモデルカラーライトフレッシュを水で溶いて薄く全体に塗りました。この方法が結果として効率が良いので、最近は消しゴム塗装ではこの薄く白の下地を入れる作業はほぼ全面に行うようにしています。ハケを使って一気に塗るので 2,3 分あればできてしまいます。下地が完全乾燥した後、彩色の始めは肌カラーのモデルカラーフラットフレッシュ。しっかりした色味の濃いフレッシュカラー。粘性高く隠蔽力はなかなかのものです。ベース、手、足に。パレホはスペイン発祥の高性能水性アクリル塗料。少々塗膜の薄いところがありますが、明るい色数も多く隠蔽力は強いので、フィギュアやプラモデルの塗装に最適です。モデルカラーはパレホの筆塗りのスタンダードです。色数が多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に対応します。ディティールまで細かく作られたデザインで、色分けも細かく難易度もそこそこ。そして今回のメインカラーと言って良い白です。モデルカラーのホワイトグレー。少し色味のある白カラーで、隠蔽力は強い塗料ですが、何分面積が広い。極力筆ムラにならないように気をつけたのは2点。シタデルカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めで塗りました。筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせるようなイメージで塗りました。一通り塗って乾かして重ね塗りという流れで色をしっかりのせました。魔像弁慶は河原に出没する魔像巻きです。牛若天使に相対する悪魔キャラとして登場。アニメ版でも五条大橋の牛若天使の回にしっかりと登場。若人種たちを苦しめました。ナンバー57。天使は牛若天使。お守りは七つ童子でした。今回のセットはサタンマリアが6人の老天使から6星球を強奪して頭部、魔装管に取り付け、魔力を増幅させて超魔力を得たパワーアップした形態を中心に組まれたセットでした。筆は基本は模型塗装用の面装筆。面積の広い箇所はハケなどを使って時短させ効率よくペイントをしました。この塗装で用いた塗料はこちら。赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかな赤カラー。適度な粘性で隠蔽力も強い赤です。目、そしてコスチュームのカラーです。続いて下半身のコスチュームに黄色。ゲームカラーのゴールドイエローです。
少しオレンジ味のある黄色で、その分隠蔽力は強い。武器のなぎなたにも一部使いました。下駄の鼻緒に水色、ゲームカラーのサンライズブルーを使いました。茶色です。モデルカラーのベージュブラウン。足元の下駄となぎなたの持ち手に使っています。塗装にかかった時間は約70分でした。そして黒です。ゲームカラーのブラック。極細筆で眉、頭髪、口ひげ、そして墨入れ的に水分量を調整して色を入れました。最後は武器のなぎなた。刃の部分に銀色です。ゲームカラーのシルバーを使いました。塗料は水性アクリルのファレホとシタデルカラーを併用しました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き、乾燥させます。台座をつけて塗装後です。ということで今回は当時物ビックリマンの消しゴムフィギュア魔の2天魔界のキャラクターで第5弾シールのキャラクター魔像弁慶水性アクリル塗料でペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。